こんばんは、新パイロットきよきよです。フライトシムのデバイス紹介動画へようこそ。今日はこの目の前にある巨大な箱、この中に眠っているデバイスをご紹介します。この巨大な段ボールサイズでベテランのフライトシムユーザーの方ならある程度予想はついているかもしれません。今回ご紹介するのはミーウィングさんのオリオンメタルフライトラダーペダルです。実はこれ個人的にずっと気になっていた高級ラダーペダルなんですが、今回ミーウィングさんのブラックフライデーセールという絶好のチャンスが舞い込んできて、ついに手に入れました。この動画では届いたばかりのラダーペダルを開封し、どんな質感や操作感なのかをレビューしていきたいと思います。このデバイスのレビューはあくまで私個人の意見となります。これまで私はロジクールさんのプロラダーペダルを使ってきました。こちらは入門向けでプラスチックが前面に使われているものですが、4年間へたりなどの問題もなく活躍してくれました。ここからアップグレードすることでどれだけ快適になるのか非常に期待です。開封した中身を並べてみました。ラダー本体、メタリックなペダル、各種ボルトと工具類、そして床面に取り付ける金属のプレートが入っていました。オリオンメタルにはダンパー付きとそうでないものの2つの仕様がありますが、私はダンパー付きのものを購入しました。これがあることでラダーペダルを操作する際に抵抗を感じられるようになります。その分お値段は少し上がりますが、どうせ買うならと思いこちらを選びました。デバイス全体を見て最初に気づくのは、パーツ一つ一つが重く頑丈で金属製だというところです。重さは 6.6kg、軽いロジクールさんと比べるのもなんですが、ずっしりとした重量感があります。ペダルの角度は変更することが可能で、根元にあるボルトの位置を変えることでもっと角度をつけたり浅い角度に調節できます。このあたりは好みで変える感じですね。ひとまず組み立ててみましょう。まずは本体のボルトを外してペダルのリンクを持ってきて友締めします。付属の工具でボルトを締め付けて片側は完成です。反対側も同じように組み付けます。滑り止めを兼ねた金属プレートの上に本体を取り付けます。そして四隅をボルトで締め付けます。この裏の四隅に滑り止め用のゴムがあるのでカバーを外しておきます。その後、ダンパー用のサポートを取り付け、ボルトを締め付けてあげれば完成です。だいたい30分くらいあれば組み立てられると思います。完成したデバイス本体を見てみましょう。大きさは幅54センチ、奥行き31センチ、高さ22センチと存在感があります。ちょっと押してみた感じでは、ガタつきやきしみ音がなく、しっかりと作られているように見えます。オンラインで多くの製品を見るとき、実際にデバイスがどのような質感なのかを得るのは難しいです。なので、この品質と作り込みのレベルを見て、購入してよかったなと心から思いました。見ていただくとわかる通り、ほぼ金属製です。プラスチックはデバイスの土台カバーにごくわずかに使用されているのみです。ダンパーを組み付けているので操作にはちょっと力がいりますが、抵抗を下げれば軽い力で操作できます。奥に行けば行くほど抵抗が大きくなってくる感覚です。ロジクールさんのラダーにはなかった感覚なのでとても新鮮に感じています。ラダーペダルは通常スプリングの力で中心に戻るようになっていますが、このスプリング自体を外せばこのように自由に動かせます。ヘリコプターのペダルはこのような
中心に戻らないタイプのものが使われているので、細かいペダル操作が要求されるヘリユーザーには、この機構はありがたいかもしれません。ペダルのスクロール量は、このスクリューを調節すると変えられます。ちなみに T ハンドルピンを操作すると、地上走行モードになり、ラダーの陽の動きがなくなります。これはつまり、アクセルペダルとブレーキペダルの代わりに、このラダーペダルが使えるということです。ひとまずトラックを動かすユーロトラックシミュレーター2でデバイスを認識できたので、ポテンシャルはある感じです。それでは、いよいよマイクロソフトフライトシミュレーターのセスナ17にて短いテスト飛行をしてみましょう。仙台空港にスポーンしました。タキシングは非常にしっかりとした感覚があります。小さな入力でも反映され、ペダル自体が滑らかに動くので、制御が非常に簡単です。以前のロジクールさんはそのあたりの制御が難しく、オーバーコントロールする傾向があったのですが、ウィンウィングさんの場合、その傾向は感じません。ブレーキを試してみたいと思います。これは十分な抵抗があり、入力が少なくてもしっかりと反応します。ロジクールさんの場合、軽い力でペダルが動くので、左右のブレーキを均等に押すために足首の角度を合わせるのが大変で、どちらかが効きすぎてしまう傾向があったのですが、ウィンウィングさんにはちょうどいい抵抗があり、ブレーキを制御するのに問題はありません。ペダルが滑らかに動くので、滑走路のセンターラインを維持するのも以前より格段に楽になりました。ひとまず左へ旋回して右側に出ます。安全な高度に上昇したので、ラダー入力で機体がどのように反応するかを見てみたいと思います。まずは左ラダー。次は右ラダーです。そしてフル左ラダーです。最後は右に大きくラダーを切ります。応答性が高く、しっかりと反応してくれます。ラダーペダルがあると、機体の細かな調整ができるので、シムがもっと楽しくなります。仙台空港を周回飛行し、ある程度このラダーの特徴が分かってきたので、20ノットの横風がある着陸を試してみます。機体を風上側に向けるクラブで降下し、デクラブで着陸します。空港周りの風が乱れており、機体がかなり揺れています。最後少し乱れましたが着陸できました。このラダーペダルには非常に満足しています。さて、このウィンウィングさんのオリオンメタルフライトラダーペダルについてまとめると、頑丈で長持ちするように作られており、快適さを与え、機能を果たしてくれます。特にタキシング、離陸、横風着陸のようにその恩恵を本当に感じられます。スムーズに動き、小さな入力にもしっかりと反応してくれます。つまり、ラダー操作でよりリアルな感触を追求しているなら、このデバイスは非常に優れた追加要素になります。私のようなロジクールさんのラダーペダルを持っていて、もう一歩次のレベルに進みたいという方には本当にお勧めしたいです。
このデバイスのお値段は約5万2000円です。12月7日まではブラックフライデーセールで約4万9500円と少し安く購入することができます。ボタンの割り当ては必要ですが、USB を差し込むだけで認識してくれます。機能的で長持ちが期待できそうなこの WeWing さんのオリオンメタルフライトラダーペダル。気になった方は購入を検討してみてはいかがでしょうか。今回のレビューがデバイス選びの参考になれば嬉しいです。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、良いフライトを。